マヤマニアック講座ダイレクト X11 シェーダーを作ろう第6回。最近は処理負荷や容量があまり考慮されないことが初期開発や学生作品では多い。ペウプ主は愚痴っているわ。 3D だと背景やマップのモデルだと処理負荷軽減の方法はいろいろあるけど、キャラに関しては結構できることが限られるのだ。キャラだとポリゴン数、テクスチャ解像度、テクスチャ枚数、物理演算量の骨の数といったところが大きいかしら。昔はユニティやアニアルエンジンとかはなかったから、そもそも仕様から外れてたら表示すらされなかったんだけど、最近のエンジンは優秀なので適当に作っても PC スペックが問題なければ表示できちゃうせいもあって、もしかしたら意識しにくいのかもしれないのだ。例えば白黒だけのマスク用のテクスチャが何枚もあるとかもったいないわね。しかも必要もないのに 2K 解像度とかだったりすることも多いわ。白黒だけだったらチャンネル1つあれば十分なので、例えば R 値に A マスク、G 値に B マスク、E 値に C マスク、アルファチャンネルも使えるなら、そこに D マスクを入れれば4枚を1枚にまとめられるのだ。ゲーム開発ってどんなにハードのスペックが上がっても、結局そこによりリッチな表現を詰め込むことが求められることになるので、多分永遠に処理負荷や容量の節約は意識し続けることになると思うわ。今回は前回やった頂点シェーダーの結果を使ったピクセルシェーダーの処理内容についてよ。まずは真っ白なランバート反射だけのシンプルなものを作るのだ。まずはいろいろ都合が良いので、ライト情報を取得する部分を作りましょう。アトリビュートの GUI については別の動画で解説するので、一旦ざっくり説明だけするわ。マヤにはライト関連のセマンティックがあらかじめ用意されていて、ポジション、ライトインテンシティ、ディレクションとかいろいろあるのだ。この部分はフロート3型のライト方向情報を G ライト0ディルっていう変数に呼び込んでいるので、ストリング、オブジェクトの部分だけど、これはシーン内のオブジェクトをドラッグインドロックするような UI が欲しい時に使うわ。ストリングは文字列型って意味で、オブジェクトは変数名なんだけど、マヤがあらかじめ指定しているので勝手に変数名を変えちゃダメよ。イコールの後の文字列は UI の横に表示される文字列でクォーテーションマークで囲ってね。イント、UI オーダー、同じで整数型の変数 UI オーダーはいくつも GUI を宣言していった時に、各 UI が上から何番目に表示させるかを指定できるのだ。この場合0番目、つまり一番上にこの UI が表示されるということなのだ。フロート 4ps、VS2ps、インコロン、SV ターゲット。これはピクセルシェーダーの関数宣言で、前回の動画を見てればわかるけど、これは出力構造対 VS2ps 型の変数、インを引数とした関数 ps で、これは返り値としてフロート4型の値を返すことができるっていう宣言ね。いつもの通り ps っていう部分の名前は自分で自由に決めていいのだ。そしてコロンの後は必ずセマンティックっていう話は以前したわね。SV ターゲットというのはレンダーターゲットといって、ユニティでいうレンダーテクスチャに似たもので、レンダーバッファとも言われて、レンダリング結果を一時的に保存する場所で、SV ターゲットはマヤ上では複数あることは確認してるけど何枚あるかはちょっと情報がないわね。使いどころは研究中だけど、SSAO 情報とかを後乗せしたい場合は、基本のシェーダー情報は SV ターゲット0、AO 情報は SV ターゲット1としてバッファに入れるって感じになるんじゃないかなと思うのだ。でも、それは複数のレンダーターゲット情報を合成するためには C++ でプラグインを作る必要があるはずだから、もっと高度なプログラミングが必要そうね。フロート4カラー、イコールフロート4、カッコ 1.0f、カンマ 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 1.0f、セミコロン。この部分はまず最初に真っ白な色を指定しているわ。1.0f の f は不動小数点であるフロートの f なんだけど省略しても問題ないわ。シェーダーは Photoshop みたいに0から255の数値ではなく、0から1の数値で表現するから、これは255、255、255の書ということね。ちなみに4つ目の数値は不透明度、つまりアルファの値なのだ。そして早速さっき取得したライト方向を使うんだけど、念のため正規化してあげましょう。フロート3ライトディル、イコールノーマライズ、カッコ G ライト0ディル、セミコロン。このノーマライズ関数は、ベクトルを正規化する関数なんだけど、正規化とは、ベクトルの長さが 1.0 の単位ベクトルに変換するということね。マヤのセマンティック情報は、正規化済み情報があったりするので、実際は不要なんだけど、他のソフトだと違うことがあるかもしれないので、念のため書いておくわ。次はついに内積なのだ。これは本当に頻繁に使うので必ず覚えるのだ。フロート n、イコールドット、カッコイン、ピリオド xyz、カンママイナスライトディル、セミコロン。このドット、カッコ a、カンマ b は、a と b というベクトルの内積って意味で、高校で習った数学だけど覚えているかしら？ a と b が同じ方向なら1、直行数なら0、逆向きならマイナス1の値を返すんだけど、これはカメラやライトと頂点本線の関係性を調べるのに使うことが多いわ。ちなみに今回はライトと頂点本線が向かい合っている時に1って数字が出てくれると都合がいいので、これに限らないんだけど、ライトベクトルに負の符号をつけて内積することが多いわ。ライト方向に負の符号をつけた場合、
ライトがよく当たるところは1、直行していて外側を向いているところは0、ライトが当たらない背面はマイナス1っていう感じで値を出してくれるので、単純にこの結果を色に乗算するだけで簡単なランバート表現ができるのだ。ちなみにピリオドノーマル、ピリオド XYZ の部分だけど、この XYZ をつけないとエラーは出ないけど警告が出るわ。それはライトディル変数がフロート3なのにピリオドノーマルはフロート4になってて次元数が違っているので、こうやって指定をしてあげると警告が消えるので、できるだけ意識してコーディングしていってね。ウォーニングのほとんどがこれなので、こまめに対処してあげた方がコードとして綺麗なのだ。 N イコールクランプカッコ N カンマ0カンマ 1.0 セミコロン。内積の結果をこれからカラーに乗算するつもりなんだけど、このまま乗算するとマイナスの値が出てしまうわ。無視しても今回は問題ないけど、せっかくなのでマイナスの値は全て0に置き換えてしまいましょうね。クランプ関数はクランプ、カッコクランプしたい値、ピリオド最小の値、ピリオド最大の値で書き方をすることで指定の範囲内に収めてくれる関数なのだ。今回は0から 1.0 の範囲を指定したので、0以下の値は0に、1.0 以上の値は 1.0 に強制的に置き換えているのだ。そして内積の結果へのカラーかけるイコール N セミコロンの部分で反映しているわ。このかけるイコールは概入演算子って言うんだけど、これはカラーイコールカラーかける N と同じ意味で、左辺の値に左辺と右辺の式を代入するって意味で、当然他にもプラスイコールとかマイナスイコールとかあるわね。今の状態だとカラーは全部 1.0F で真っ白なので、これに対して内積の値を乗算するということは、内積 N が0の部分は0の真っ暗になって、1のところは1の真っ白のままになるということを意味しているのだ。ちなみに内積の結果のマイナス 1.0 から 1.0 の範囲の値をクランプ関数で範囲外の値を置き換えるのではなく、0から 1.0 の滑らかな値に収めた数値を乗算したやつがハーフランバートって呼ばれるやつで、より緩やかなシェーディングになるのだ。そして最後にリターンカラーで値を返してあげれば、ピクセルシェーダーの処理は完成ね。もうすぐマヤ上で表示できるようになるので、もう少し頑張ってほしいのだ。それでは今回はここまでよ。また次回の動画で会いましょう。また。